実は日本語は簡単な言語です。ひらがな、簡単。カタカナ、簡単。漢字。まあそれは置いといて、毎日1時間、2時間の勉強なんて無理。1日30分しか時間がない。そんな人に朗報です。なんと僕の日本語学習動画は、ひらがな、カタカナを6分で学習できて、たった10分で大量の日本語を覚えることができます。まあ、正確には繰り返し見る必要があるんですけど、現時点で3000単語以上は僕の動画だけで学べて、基礎の単語はかなり習得できる状態です。今日はそんな僕の動画をどう活用すればいいかについてお話ししていこうと思います。N5 の動画とか初心者向けなので、めちゃくちゃ画像を差し込んで視覚的なサポートをしています。これは意味全体を捉えるというよりは、単語の意味を覚えやすくするために置いています。例えば、鉛筆って単語が画像と一緒に出てきますよね。それを何度も聞いた状態で、アニメとか映画で鉛筆貸してくれないみたいなセリフが出てきたら、鉛筆知ってるってなると思うんですよ。その繰り返しで小さな成功体験を増やすことで、言語学習はモチベーションが上がっていきます。そしてその成功体験を増やしていくと、結果的にアニメとかドラマを6割とか7割くらい大体内容を理解できるようになっていきます。この大体内容を理解できる状態を最速で目指すというのが僕のチャンネルの目標です。そんなの元気の単語帳でいいじゃんという意見もありそうですけど、動画だけで完結するなら本を読み込むよりも動画の方が良くないですか？あと、元気の表現ってちょっと丁寧すぎてかなり教科書っぽいというか、Netflix のドラマとか YouTuber が使う言葉かと言われるとかなり怪しいです。アニメでも怪しいかもしれないので、多分僕の動画の方がよく使う単語を効率的に吸収できると思います。だいぶ自然な表現なので、イマージョンラーニングと兼ねることもできると思います。でも、紙が好きなら元気でもいいと思います。特に最近になってからは、優しい日本語ポッドキャストみたいな動画がいっぱい上がってますよね。これは僕個人の意見ですけど、そういう優しい日本語動画とか、僕みたいな学習者向けの動画を何年も見るよりは、自分の好きな YouTuber とか好きなドラマから直接吸収した方がいいと思います。あと、教育動画を作るときに致命的なミスは避けるべきだと思うんですけど、結構間違えてる人が多いです。このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。これマジで言ってる？教育動画ならせめて字幕は直そうよ。日本語教育でおかしな日本語になってんのって結構やばいと思うんですよね。これでシャドーイングする人も多いだろうし、まあそれはいいんですけど、個人が作る YouTube ってのはこういうミスを放置する動画が結構多いです。でも日本語って文法が自由なんでしょと思うかもしれないんですけど、日本人が見てもこういうのが教育動画として存在するのはさすがに良くないかなって感じると思います。水を飲んだ後で顔を洗います。そして歯を磨きます。私の歯ブラシは青いです。正直優しい日本語系の動画については別で動画を作るんですけど、昨今日本語学習は結構ブームになってると思ってて、だからこそ教える側はちゃんとしなきゃいけないと思うんですよね。そういう感じの変なミスが優しい日本語動画にちょいちょいあるので、そんなのを見るくらいなら僕の動画で基礎単語だけしっかり覚えて、あとは好きなコンテンツにさっさといった方がいいと思います。ぶっちゃけ僕の動画は1ヶ月か2ヶ月詰め込んだら基礎単語は覚えられると思います。そしたら僕の動画なんてもうどうでもいいんで、優しい日本語とかも見なくていいんで、とにかくあなたが見たいものを見ましょう。あなたの憧れるであろうマットベースジャパンとか道元とかトレントンみたいな人は優しい日本語ばっかり見て上達したんですかね？違うと思うんですよね。そういう動画はあんまり見なくていいです。まあ漢字の練習とかピッチアクセントの理解には役立つかもしれないですけど、かなりゆっくりで明瞭に喋っている人が多いので、ずっと初心者向けの日本語しか聞けないという状態が起こり得ます。うわ、それ俺のことじゃんって思っちゃう人ももしかしたらいるかもしれません。僕は今後めちゃくちゃしつこいくらい優しい日本語動画ばかり見るなって言い張るんですけど、なぜそういう優しい日本語動画に頼るのが良くないのかっていうと、あなたがアメリカ人とかカナダ人みたいな英語話者だったら、日本人に普通の速度の英語で話しかけてみてください。多分 95% の人はフリーズすると思います。日本人は1億人全員が6年間英語を勉強していますが、全く英語を聞き取れません。ここで2024年の共通テストのリスニング問題を出しますね。This pasta I made isn't enough for 5 people, so I'll make sandwiches and salad too.
僕たち日本人は6年くらいこういう優しい英語ばかり聞きます。なので僕たちにとってはこれが普通の英語になっています。アメリカ人やイギリス人が普通の速度で喋っても速すぎて何て言ってるか一つもわかりません。つまり優しい日本語に依存し続けると、英語を6年勉強したのに英語が全然できない日本人と一緒で、日本語を6年勉強したのに日本語が全然できない学習者になってしまう危険性があります。なのでそういう動画は最初の1ヶ月とか2ヶ月くらいで卒業した方がいいと思います。というか、さっきも言ったんですけど、僕のボキャブラリー動画もそうですけど、役に立つ教育動画みたいなものはさっさと卒業して好きなアニメとか YouTuber を英語字幕なしで見た方がいいです。あなたは優しい日本語動画を見たいという理由で日本語を勉強してるんですかね？違いますよね。日本語を上達させたいから日本語を勉強してるんですよね。じゃあアニメとかNetflixとか日本人が普段見るようなコンテンツをちゃんと見ましょう。ちょっと長くなっちゃったんですけど、日本語の学習はそこまで難しくないです。というか、どの言語でも難しくないです。難しいのは継続することです。でも僕の動画は10分しかないです。忙しくて毎日1時間も確保できないよ、せいぜい30分しか撮れないよという人でもさすがにこれならできると思います。朝起きて1回 N5 動画を聞いて、夜寝る前にもう1回 N5 動画を聞く、休みの日にまとまった時間で単語を復習する、こういうのをやるだけで基礎力はかなり上がると思います。最初はあまり理解できなくてもいいです。速度がきついなら 0.8 倍速とかに下げてもいいです。とりあえず初めに10分間聞いてみてください。このたった10分の動画を覚えるだけで基礎の単語が大量に身につくって考えると、案外簡単じゃんって感じると思うんですよね。最初が難しく感じるのは、ゲームとかスポーツでも一緒です。イチローが野球を始めた頃は年上にボコボコにされただろうし、 T1 のフェイカーも最初にゲームを始めた時は初心者ですよ。言語学習に限らず何かを極めるということは1年2年かけて大きく成長させていくもんなんで、最初の1週間とかで全然理解できないってイラついても仕方がないと思います。まずは1ヶ月2ヶ月ぐらい継続することを目標に努力してみることをお勧めします。僕の日本語動画は例えるならポケモンの捕まえ方を教えるから一緒に151匹を捕まえようみたいな感じです。でもポケモン151匹をゲットしたとしても残りの日本語がめっちゃ残ってるし、それは常にアップデートされていきます。だけど最初の151匹について詳しくなれば残りのポケモンを捕まえることもきっと楽しめるはずです。それは僕以外のNetflixとかアニメからどんどん捕まえていけばいいんだと思います。これめっちゃいい例えじゃない？そうでもないか。まあ1日10分の動画からでもいいので、まずは頑張って継続してみましょう。あなたの日本語学習が1年後2年後に結果が出てくることを願っています。頑張ってくださいね。